皆さんこんにちは、サンプロです。本日は後ろに見えている住宅をですね、サンプロ建築士の上条さんと一緒にご案内したいと思います。上条さん、よろしくお願いいたします。外観からなんですけれども、まずこの特徴的な上と下で分かれているツートーンですよね、正面から見ると。そうですね、2種類の材料を使いつつ、ちょっと凹凸も出してというような外観になっております。下のこちらの木材の部分は木材ですか？そうですね、本物の杉の板に塗装をしたものを貼っております。濃いめのこの色がこのホワイトの外観にすごい合ってますよね。そうですね。この白い部分ですね、こちらの材質はどういったものなんですか？左官職人さんの方たちに塗っていただいている塗り壁になっております。なので本当に質感が全然違いますよね。そうですね。玄関ドアもすごくかっこいいですよね。そうですね、今回はシンプルにブラックの玄関ドアとしております。では上条さん、中の方によろしくお願いいたします。ではどうぞ。失礼いたします。素敵な空間が玄関から広がってますね。はい、ありがとうございます。今回は比較的シンプルな空間ではあるんですけども、天井までのドアでしたりとか、縦長のニッチの背面に少しアクセントクロスを入れて、程よいおしゃれな上品なインテリアとさせていただいております。この縦長のニッチなかなかないですよね。そうですね、今回は横のドアのデザインと合わせて縦長という形をとっております。そしてその向かい側ですよね。もう一つ扉があるんですけれども、シューズクロークですかね。そうですね、家族用玄関という形でお客様と家族の動線を分けるという形の今回間取りになっております。今回はこのシューズクローゼットの裏側階段になるんですけども、そこまで天井の高さっていうのはないんですけども、アウトドア用品とかですねっていうものが置けるようになっております。左側には有効ボードもあるんですね。そうですね、おせっ様スケボーを趣味でやられているということで、フックにかけて収納できるような形で有効ボードっていうものを設置しております。それでは中の方によろしくお願いいたします。どうぞ。失礼いたします。開放感抜群の LDK ですね。まずこの LDK の広さからお聞きしたいんですけれども、LDK は19畳なんですけども、プラスアルファ小上がりの和室スペースが4畳弱ということで、23畳ほどの大きさ感の LDK に感じていただけるんじゃないかなとは思います。そしてとても明るいですね。今回も大きく6畳を超える吹き抜けを採用しておりまして、ここから明かりが北側の奥の方まで届くような設計とさせていただいております。そして天井ですよね。木材見えるんですけれども、こちら今回レッドシダーという板を張っております。やっぱこのレッドシダーの強い感じが白い空間に映えますよね。でちょっと気づいてしまったんですけど、このテレビボードの上の部分ですよね、高い位置に間接照明また設けられていて、こちらもうまく光源が見えない形で設置をさせていただきまして、塗り壁のムラ感が程よく間接照明に照らされて陰影がついて綺麗な壁になっているかなと思います。テレビボードはサンプロ造作の、そうですね、今回大工さんと建具屋さんということで共作で作っていただいております。下の方にパタンと倒れる形ですね。いいですね。これ収納量たくさんありますね。そうですね、結構しっかりとした収納力ありまして、レコーダーとかはもちろんですし、ゲーム機とかっていうものも置いていただけるかなというところになっております。どうしてもレコーダーリモコンで操作するにあたって赤外線を通さないといけないということで、ここがルーバーで抜けているデザインとなっておりますので、閉めたままで操作できるような形となっております。今回壁掛けのテレビになってるんですけれども、やっぱりコード類何かと必要になってくると思うんですけど、そのあたりはどういうふうな工夫をされてるんですか？テレビの後ろから壁の中を通しております。全然違いますよね。そうですね、やっぱりそれだけで少し残念なインテリアになってしまいますので、ノイズと言われるようなものですね、少しでもなくしていくというところが大事かなと思います。小上がりの和室スペースなんですけれども、めちゃくちゃ雰囲気ありますね。 3.75 畳という4畳を切るような形での畳スペースになっているんですけども、ちょっとした客間スペースとしても使えるような空間として今回ご要望いただいて設置をしております。奥のグレーの塗り壁ですよね。珪藻土の塗り壁っていうものを採用してるんですけども、周りの色と少し変えてグレーの塗り壁になっていて、かつちょっと荒々しい形で塗っていただくことで間接照
照明が当たってより映えると、作り方となっております。間接照明に当てられてる部分がかっこいいですね。かっこいいですね。今回のお家のテーマカラーの一つがグレーということで、こちらグレーが塗られております。なるほど。後ほどアクセントでまたグレーも出てくるんですかね。そうですね。そして小上がりの部分、下が収納にもなってるんですね。今回30センチの高さの小上がりとなっておりますので、下にはもちろんその高さを生かした収納ですね。かなり奥行きもあって、そうですね。ほぼ畳と同じサイズ感ぐらい収納となっておりますので、まだ小さいお子様もいらっしゃるということで、おもちゃでしたりとか、場合によってはおむつでしたり、そういった細々としたものがすっきりとしまえるような形になっております。この上にくぼみがあるんですけれども、そうですね。今回ここ一応客間としても使っていただくっていうことで、夜寝る時には区切れるようにロールスクリーンが上に仕込んでありまして、なるほどですね。しっかりと仕切れるような形になっております。白なので本当に違和感なく仕切れてますよね。家で一番熱が逃げやすい部分がサッシ回りっていうお話聞いたんですけれども、そのあたりどんな感じになってるんですか？実はガラスが1、2、3枚入っておりまして、少しでも熱が出ていかないようにっていうところですね。っていうところと、この枠っていうのが樹脂の枠になっておりますので、トリプルガラスの樹脂フレームっていうところで、こういったところに結露がないという安心な窓になっております。ダイニングスペースの方行きたいんですけれども、今回ダイニングとそのダイニングの脇にワークスペース兼収納ですね。この辺も全部造作なんですかね？そうですね。高さとかもやっぱりお施主様に合わせて設置をしております。嬉しいのがコンセントがついてるので、本当に何か充電しながらであるとか使えますよね。ノートパソコン出しっぱなしではなくて、すっきりとしまえるようにということで、カウンターの下に少し入れてあげて、ここにノートパソコンをこうしまっといていただくというようなスペース。なるほどですね。しっかり有線 LAN なんかも設けられてるので、足元に設置してあります。カウンターの隅には下からのケーブルが通せるように配線口というものを設置しております。そして隣の収納のスペースですね。この辺もかなり広めに取られてますね。必要最低限のカウンターにして、残りはなるべく収納家具を置かなくて済むようにということで、造作の収納スペースになっております。この LDK の素敵な床材もお聞きしたいんですけれども、これは今回はオークというものを使っております。ニューオークっていうものになるんですけども、少し硬い床材なんですけども、傷にも強いっていうのもありますし、一番やっぱりこのオーク独特の木目が非常にかっこいい床材になっております。ちょっとこのムラのある感じといいますか、色もすごく素敵ですよね。キッチンの方行きたいと思うんですけれども、まず目立つのがグレーのモルタル調といいますか、今回やっぱりそのテーマカラーの一つがグレーということで、モールテックスというものを塗っております。確かにツルツルしてますね。そうですね。見た目とはちょっと反しているというか、汚れをつきづらくするコーティングワックス剤っていうものが表面に塗られておりますので、よりちょっとつるっとした表情となっております。やはりそうなんですね。キッチン周りっていうこともあって、やっぱり水にも強いような加工をされてるんですね。そうですね。お手入れもしやすいっていうものになっております。ではちょっとキッチン中の方を見ていきたいと思うんですけれども、めちゃくちゃ広いなって感じました。今回トクラスのベリーというものが入っているんですけども、通常のキッチンよりも実は少し横幅が長いですよね。ちょっと大人2人が並んでもかなり広いのが伝わるんじゃないかなと思います。通常のキッチンが一般的には2550っていうものを入れていくんですけども、今回2850、なので30センチ大きいものが。なるほど。この辺のスペースもゆとりありますよね。そうですね。この辺あまり見たことないスペースだったんですけれども、トクラスの売りの一つ、ハイバックカウンターっていう水はねの部分が本来5センチぐらいになるものが上までというふうになっておりますね。まずお手入れがしやすいというところなので、本当にここで水栓をジャバジャバ使っても全然大丈夫っていうことですよね。上のコーキングっていうところが汚れづらいっていうふうになっております。でその上にハンガーレールシステムというものがついておりまして、このシンクのところでしたらコップを洗ったらここにコップを置いといていただいたりですとか、ここに洗った後のペットボトルとか出していただいたりっていうものが広いシンクの中を邪魔しない形で収納できるっていうメリットのある商品になっております。かなり使いやすいですね。そうですね。こだわって選んでいただいております。
そしてキッチンと同じシリーズですよね。そうですね。カップボードの合わ方せてトクラスのベリーになっております。で、見える上の部分がはい、こちらですよね。はい、こちらは大工さんに作っていただいた造作の収納という風になっております。で、私みたいにそんなに大きくない方でも取りやすい高さの収納という風になっております。素敵ですね。開けて、で、ここで一旦固定されて、で、閉めるときにはグッとあ、下にすごい下げていただくとゆっくりと閉まると。いいですね。キッチンの床材もすごい素敵ですよね。そうですね。フロアタイルっていう水に強い材料を今回キッチンには貼っております。モールテックスと同じようなそうですね雰囲気が出てるので統一感ありますよね。今回のグレーというところで統一しております。続いてまた奥の方ですね、行きたいと思います。収納ですね。今回パントリーの用途はもちろんあるんですけども、お掃除道具とかも置いていただくようなスペースになっております。確かに広さがもうかなりありますよね。ここで 2.2 畳という大きさになっております。続いて、はい水回りにご案内したいと思います。で今回水回りに行くにあたって扉を2枚で1枚開けたらちょっと廊下スペースがありまして、トイレのプライバシーっていうものを重視してですね、廊下空間っていうのをあえて設けております。はい、それではまず手前の扉から行きたいと思います。1階のおトイレですね。ですね。こちらもすっきりとしたインテリア、で大きさ感としては1畳ない大きさ感のトイレ空間。そうなんですね。ものすごい落ち着いた雰囲気ですよね。そうですね。でまた扉からそうなんですけれども、この辺もハイドアで統一されていて違いますよね。やっぱりこの辺雰囲気が。扉開けてもよりすっきりと見えるような形でハイドアを配置しております。では続いて洗面脱衣室の方ですね。失礼いたします。めちゃくちゃ素敵ですね。まず目に入るのが、こちらの洗面台ですよね。そうですね。今回も造作の洗面化粧台となっております。天板がまたモルタルのような。そうですね。モルタル風な天板になっておりまして、こちらはアイカというメーカーの天板に、あとアイカのシンク、そこに組み合わせる形で拡大というメーカーの蛇口ですね。めちゃくちゃおしゃれですよね。取っ手の部分がまたちょっと変わった形になっている。ここが浮いておりますので、こういったところのお掃除っていうのもしやすい形になっております。で鏡が三面鏡になってるんですね。そうですね。すべて収納という形の三面鏡になっております。そして照明がまたちょっとおしゃれですよね。そうですね。横からの照明になっておりまして、照明消してここに大きい窓ですね、北側でも照明使わずに自然光が入るようにということで、ちょっと大きめの窓を配置しておりますので、今回横に照明というものを設置しております。おしゃれですね。そうですね。すっきりとしたデザインの照明ですね。パナソニックさんのそうですね。はい。カウンターと鏡との間、水跳ねるところになりますので、タイルを貼っているんですけども、変わった貼り方をしております。今回このヘリンボーン張りっていう形ですね、斜めに貼る貼り方っていうものをあえてしております。おしゃれですよね。そうですね。そしてこちらですね、収納がまたたくさんあるんですけれども、そうですね、最近のマストな設計になってきてるかなという洗面脱衣室の中にゆったりとした収納ですね。いいですね。かなり奥行きもあるので、そうですね、それぞれ家族分で箱を分けて入れていっていただいて、っていうのが非常に便利な収納になっていると思います。そしてその上の部分ですね。はい、ポスクリーンですね。室内物干しが設置されておりまして、でここに洗濯機が来るんですけども、洗濯機開けていただいて、ここで洗濯物を取り出して、でハンガーにかけて、でここに吊るしていくという形で室内物干しができるような空間になっております。なるほどですね。それではユニットバスの方にお願いします。ユニットバスもグレーを基調とされた空間になってるんですね。統一感というところでグレーを配色しております。大きさ的には、いわゆる一般的なサイズですか？そうですね。一般的な一坪タイプっていうものを今回配置しております。TOTOっていうメーカーのサザナっていうシリーズの商品を入れております。サザナってなりますと、ほっから龍華っていう畳のような柔らかい、そして温かみのある床材のお風呂となっております。大人気商品ですよね。そうですね。非常に多くご採用いただいております。はい。では今1階を見ていただいて、今回のうち2階建てになりますので、じゃあ2階に行こうと思うんですが、皆さん階段はい、ちょっと
私も今同じことを考えてたんですけど、こっち行くと玄関ですもんね。はい。で階段というものが見当たらないんですけど、はい、実はですね、はい、今こう水回りに行っていただいた扉閉めると、はい、もう一つ扉がここに現れまして、はい、ちょっと開けてみてもいいですか？はい、こちらを開けると、あ、本当ですね、はい、隠し階段みたいな形ですね。はい、ちょっと分からなかったですけれども、そうですね。ここに扉をつけられている意味といいますか、はい、その辺をお聞きしたいんですけれども、はい、この階段を通って空気がぐるっと回るような形になっていきます。でそうするとですね、同じ20何度っていう空気だったとしても、動きが出ることで足元風を感じてちょっとヒヤッと感を感じてしまうというのがどうしてもリビング階段のデメリットとして出てくるんですけども、それをなくすために扉を設置させていただいております。はい、じゃあ2階行きたいと思います、はい、お願いします。はい、2階来ましたけれども、はい、まず右手ですね。こちらが吹き抜けにつながってるんですね、はい、そうですね。吹き抜けにつながるホール空間になっておりまして、こちらが鉄骨の手すりというものが入っておりますので、はい、非常に開放感のあるホール空間となっております。上に物干し金物がついているんですけども、家事スペースとしてもちょっと使っていく空間になるので、なるべくゆったりさせていきたいというところで、床ではなくて吹き抜け側の壁に持ち出す形で外側についてるんですね、はい、設置しております。たった10センチぐらいではあるんですけども、少しでもゆったりと感じていただけるようにということで、そんな付け方をしております。本当2階に来るとこのレッドシダーが近くなっていいですよね、はい、そうですね。設置してよかったなって思っていただけるようなスペースになっているんじゃないかなと思います。では手前の扉から行きたいと思います、はい、こちらが出身室ですか？そうですね。 6.7 畳というような大きさ感の出身室になっておりまして、こういうカウンタースペースですね、本を読んだり、ここにテレビを置いていただいたりっていう形で、ホテルライクなご寝室になっているんじゃないかなと思っております。そしてこの辺も特徴だと思うんですけれども、はい、2階上がってすぐのところにまた洗面台が、そうですね、手洗いスペースが設けられておりまして、はい、横にトイレがあるんですけども、トイレから出てきて手を洗ったりというのはもちろんですし、1階の洗面で誰か顔を洗ってたら、じゃあここで歯磨いたりということも簡単にできるような空間として設置をしております。ではですね、2階のおトイレのスペースに行きたいと思います、はい、2階のトイレもまたちょっと違う雰囲気で素敵ですね。そうですね。1階と同じようなトイレを設置してるんですけども、今度アクセントが背面に、そしてテーマカラーのグレーが入っていくことで、おしゃれです、はい、かつ足元も先ほど出たヘリンボーンですよね。そうですね、ヘリンボーンなクッションフロアっていうものを貼っております。ね、隣の扉ですね、はい、行きたいと思います、はい、ウォークインクローゼットですね、はい、かなり大きな、また収納が正面だけではなくて左手にもこう続いている、めちゃくちゃ大きいじゃないですか。そうですね。いわゆるファミリークローゼットでいいんですかね。はい、じゃあ6.5 畳、ご家族皆様分の衣類を収納していただくファミリークローゼットになっております。このファミリークローゼットすごい便利ですよね。そうですね。洗濯物を畳んで、それを各お部屋に持っていかなくても、ここにさえ持ってくればここで振り分けることができる。非常に便利かなと思っております。最後こちら、お子様のお部屋になっております。また広々とした空間ですね。そうですね。まずは仕切らず一部屋で一旦つなげた形での設置になっております。将来仕切れるように扉が、なるほどですね。ちょっとこの扉の間、こちらでそれぞれ区切っていただく、約それぞれ5畳ぐらいずつの子供室になっております。なのでそれを見据えて窓もしっかり両方配置されてるので、いいですね。上條さん、一周回らせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。改めて、今回のお家でこだわられたポイントをお伺いしたいんですけれども、まずはですね、今回のお敷地っていうのが道路から宅園っていう道を入ってきて奥まったもう本当に四方お家で囲まれている場所になりますので、平面的に窓を取ったとしてもあまりこう景色が正直言うと綺麗じゃないという中で、どうしても景色が抜ける場所ということで、吹き抜けから見上げる空で、かつその吹き抜けから奥の方まで光が入るよう
にっていうのを間取りとしてはこだわっております。窮屈感っていうのは全く感じないですよそうですね。ね。今回土地が綺麗な長方形ではなくて、はいこう北に向かってちょっとずつ実はこうすぼんでる土地になっておりまして、実は建物を横幅を小さくしていっている。そうなんですね。でもそういったところをプラスに捉えながら、設計の方に今回うまく取り込んでいくことができたんじゃないかなとは思っております。街中のいわゆる狭小地みたいなところですね、そういったところもたくさん設計をさせていただいておりますので、ぜひそういった土地で困ってる方、土地探ししてるんだけどなかなか自分たちの理想な土地に巡り会えない方、建物で全然工夫をすることで改善ができますので、いつでもご相談いただければと思います。ありがとうございます。すごい心強いメッセージいただけて、ぜひお困りの方声掛けいただければなと思ってます。よろしくお願いいたしお願いいたます。します。これからもサンプロの素敵なお家をルームツアーで続けていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価、また今回のルームツアーにですね、質問等ある方はコメントをいただけると幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。